ネタン、ウマルイブンアル・ハッターブって知ってるのだ。ああ、イスラム教の初期の重要な人物だね。第2代正統カリフとして知られているわ。カリフって何なのだ？イスラム教のリーダーみたいなものなのかな？そうね、簡単に言えばイスラム共同体の指導者のことよ。ウマルは預言者ムハンマドの死後、イスラム教の拡大と統治に大きな役割を果たしたの。へえ、すごいのだ。ウマルはどんな人だったのだ？ウマルは最初イスラム教に反対していたんだけど、後に改宗して熱心な信者になったの。彼の統治時代はイスラム帝国の急速な拡大期として知られているわ。急に考えが変わったのだね。どうしてイスラム教に改宗したのだ？伝説によると、妹がクルアーンを読んでいるのを聞いて、その美しさに感銘を受けたんだって。でも歴史的には彼の改宗過程はもっと複雑だったかもしれないわ。なるほど。それでカリフになってからはどんなことをしたのだ？ウマルの時代、イスラム帝国は大きく拡大したの。エジプト、シリア、イラク、ペルシャの一部を征服したわ。でも単に軍事的な征服だけじゃなくて、効率的な行政システムも構築したのよ。へえ、戦いだけじゃなくて国の仕組みも作ったのだね。具体的にどんなことをしたのだ？例えば税制を整備したり、郵便制度を確立したりしたわ。また異なる宗教の人々に対しても比較的寛容な政策を取ったことでも知られているの。他の宗教の人たちにも優しかったのだね。でもイスラム教の指導者なのに大丈夫だったのかな？そうね、これは人民制度と呼ばれるもので、一定の税金を払えば他の宗教の人々も保護され、自分たちの信仰を維持できる仕組みだったの。ただし完全に平等というわけではなかったわ。なるほど。ウマルはとても賢い人だったんだね。他に何か有名なエピソードはあるのだ？ウマルは質素な生活で知られていたわ。カリフという高い地位にありながら、パンと油だけで生活していたという逸話もあるの。また夜に変装して街を歩き、民衆の声を直接聞いていたとも言われているわ。そんなに質素だったのだ。でも民衆のことを大切に思っていたんだね。そうね、ウマルは正義と公平さを重視していたと言われているわ。自分の息子が罪を犯した時も他の人と同じように罰したという話もあるくらいよ。厳しいのだ。でもそういう態度だからこそ人々から尊敬されたのかもしれないのだ。その通りね。ウマルの時代、イスラム帝国は急速に拡大したけど、同時に内部の統治も安定していたの。これは彼の公正な統治のおかげだと言われているわ。ウマルはどのくらいの期間カリフだったのだ？ウマルは634年から644年まで約10年間カリフを務めたわ。その間にイスラム帝国の基礎を固めたと言えるわね。10年か、短いような気もするのだ。どうしてカリフを辞めたのだ？残念ながらウマルは暗殺されてしまったの。ペルシャ人の奴隷によって刺し殺されたと言われているわ。そんな悲しい最後だったのだ。でもウマルの業績は今でも残っているのかな？もちろんよ。ウマルの統治スタイルや政策は後のイスラム王朝にも大きな影響を与えたわ。特に異教徒との共存政策や効率的な行政システムは長く続くイスラム帝国の基礎となったの。そうなのだ。ウマルの考えは今でも生きているんだね。現代のイスラム教徒の人たちもウマルのことを尊敬しているのかな？そうね、ウマルは今でもイスラム教徒の間で非常に尊敬されている人物よ。特にスンニ派の人々にとっては預言者ムハンマドに次ぐ重要な人物として扱われているわ。スンニ派って何なのだ？イスラム教にも派閥があるのかな？良い質問ね。イスラム教には主に2つの大きな派閥があるの。スンニ派とシーア派よ。スンニ派が多数派で、全イスラム教徒の約 85% を占めているわ。そうなのだ。どうして派閥に分かれたのだ？その分裂は実はウマルの時代よりも少し後のことなの。預言者ムハンマドの後継者をめぐる争いが原因よ。シーア派はムハンマドのいとこであり娘婿のアリーが正当な後継者だと主張したの。なるほど。でもウマルはその争いの前のカリフだったんだよね。そうよ。ウマルは争いが本格化する前のイスラム教が比較的統一されていた時期のカリフだったの。だからこそ多くのイスラム教徒から尊敬されているのかもしれないわね。ウマルの時代がイスラム教の黄金期みたいなものだったのかな？黄金期と呼ぶにはまだ早いかもしれないけど、確かにイスラム教の基礎を固めた重要な時期ね。ウマルの時代に確立された制度や考え方が後のイスラム文明の発展につながったと言えるわ。ウマルってすごく重要な人物だったんだね。他に何か面白いエピソードはあるのだ？そうね、ウマルはファールークというニックネームで呼ばれていたの。これは彼の公正さと判断力の高さを表しているわ。また彼が導入したイスラム歴も有名よ。
イスラム歴？それって何なのだ？イスラム歴はムハンマドがメッカからメディナに移住した年を元年とする退院歴よ。